仕事に厳しく人に優しくみたいな。お客様がいるはずなのに部下が大変だからって言って仕事に妥協を許す、優しくを履き違えていて甘やかしてるだけだと。これやって何があるんですかってよく言うんですけど、それは早い段階で考え方改め直した方がいいですよって僕は言うんですね。今回いい部下を育てるっていうところで良いマネジメントであったり悪いマネジメントっていうところを本社長にお聞きできればなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい。マネジメントっていう言葉も何を指すかみたいな話にもなってきちゃいますけど、僕もなかなかできてないと思いつつ理想の姿だなと思うのは、仕事に厳しく人に優しくみたいな。結構みんな入り混じっちゃうんですよね。だから気づかない間に人に厳しく仕事に優しくなってるパターンが多いかなと思っていて。仕事に厳しいっていうのは、仕事って、お客様がいて成り立ってるので、お客様に対してとか、サービス受益者に対しては、ちゃんとした結果を出すっていうことに責任を持って、妥協なく厳しくやらなきゃいけないと思うんですよね。品質管理とかっていうんだったら、やっぱ厳しくやらないといいものはできないと思うんですよ。で、人に優しくっていうのは、その人が仕事を通じて成長できるようにとか、その人にとって、最も良い選択というか、方向性はどこなのかって常に考えて示してあげるというか、導いてあげるようなことができる人が本当に人に優しいんだろうなと思うんですよね。で、反対にダメな例分かりやすいんですけど、人に厳しく仕事に優しくっていうのは、お客様がいるはずなのに部下が大変だからって言って仕事に妥協を許す。これってお客様に対して失礼だなと思いますし、結局その人に優しくしてる体なんですけど、優しくを履き違えていて甘やかしてるだけだと。あとは、罪を憎んで人を憎まずっていう言葉は僕の中でありますけど、あの人がダメだ、この人がダメだって思ってしまう。その人がダメなんじゃなくて、その人のこの行動がダメだったってだけだから、その仕事がダメだっただけで、別にその人を否定するものではないと思いますし、いつも考えるのは2つあって、1つは相手がいる、お客様がいるということなので、そこに失礼なきように最大の結果出せるように考えて行動し続けるっていうのは必要だと。で、違う側面から見ると、従業員とか部下だったら、何々さんが成長するためにはとか、今必要なことはとか、どうすることが最適なのかっていうのをちゃんと考えてくれる上司、その人ベースで考えるみたいな、これが2つが追求できたらやっぱり最高の上司だなとは思いますけど。受け手側の方も意識とか姿勢が大事かなと思って、受け手側のその姿勢を作るというか、稲森さんが言う言葉を借りると、考え方かける能力かける熱意みたいな話になると思うんですけど、僕は熱意を持たないと人は動かないと思うんですね。自分がどうだったかなって思うと、結局成果とか結果って行動の質と量じゃないですか。で、行動ってじゃあなぜ行動するかっていうと、その前は思考だと思うんですよ。じゃあ何が思考を動かすかのその手前でいくと、僕はやっぱ感情だと思っていて、これがいわゆるやる気とか情熱だと思うんですよね。最初に何を部下にやったらいいかって僕は考えるのは、まずやる気を出させることとか姿勢。これがないと結局どんだけ正しい行動とか、どんだけ成果が出る行動を教えたところでやらないか、手を抜く、適当にやる。僕がいつもやるときは、ざっくばらんに言うと感情、だからやる気を出させる、熱意を高める、やろうという感情にさせるみたいなっていうことをまずやりますと。そうすると思考もやりやすくて、やろうという感情になってる状態で、じゃあどういうマインドを持てばいいんですかっていう時に、考え方はこういうことだと。っていうことで次に仕事に対する考え方とか姿勢とか、こういう時はこうしないよみたいなのが植え付けるわけですよね。ここも間違ってたらおかしくなっちゃうんで。で、行動を手法として教えていくみたいな。かやらせて修正していくみたいな。普通のところって結局これをやりなさいになるんですよ。大企業とか多分もしかしたら定型化されてるのはこれをやりなさい。工場とかもそうです。この仕事はこれがこれで何件やったら何分かかって1日にこの何件やるのがあなたの仕事です。行動ばっか示されるんですね。でもそれって一つはその行動さえしてれば必ず成果が出るという仕組み化されてるから。だからある意味正しい。二つ目は仕組み化されてないでそればっか言う会社も結構あって、あれやれこれやれと。だからいまいち成果中途半端とかなるんですけど、完璧に仕組み化されてるんだったら行動から入っても悪くはないかもしれないんですけど、でもやっぱり少しクリエイティブな仕事とか自分で考えなければ何か生み出せないとか、考えさせた方がもっとうまくいくっていうことを考えると、その手前のマインドが大事だと。言葉を置き換えると、このマインドは仕事に対しての考え方とか仕事の仕方みたいな話ですよね。感情の部分でどうやって
チベーションを高める行動をされてるんですか？あの手この手で。でもこれ極論言うと人によって違いますよね。理想はやっぱ人に合わせないと最大限無理ですよね。例えば極端な話、自分は社長になりたいんですとか、偉くなりたいんですとか、稼ぎたいんですとかって露骨に表現してくる若い人は簡単で、その時点で感情があるんで、それをどう維持させるかとか、折れそうにならないように最初に言っとくかだけの話で、よしいいじゃねえかと。折れたらお前クソだからなみたいな。お前そこまで言ったんだちゃんとやれよとかって煽りながらやって、じゃあ次思考は仕事に対しての考え方とか、そうなりたいんだったらこういう考え方持ってないとこういう姿勢じゃないとダメですよとかってディスカッションするだけですよね。極端な話、例えば私はプライベートと仕事を分けたい。混同は絶対したくありません。仕事は仕事、プライベートはプライベートみたいな感じの人だったら、分けれないじゃんっていうところから始めますね。じゃあ大好きな彼氏が今日仕事終わって家に帰ったら別れましょうっていきなり言われて、晴天の霹靂みたいな感じで自分の予測しない悲しいことが起こった時に次の日全力の笑顔でおはようございますと来れないだろうと。会社に来たんで全力の笑顔になりますみたいな。できるんだったらいいですよと。大体できないんですよと。仕事がうまくいけば仕事がうまくいった勢いでプライベートもノリノリになったりするし、プライベートでいいことがあればだから仕事頑張ろうと思ったりするでしょと。繋がってるってことをまず理解して、仕事から起点にするかプライベートを起点にするかでとにかくいいサイクルを回すことがあなたにとってもメリットがありますよと。実際に仕事ができる人、稼げてる人、成果を出してる人っていうのはこういう考え方とかこういう動作をしてますよとか、自分に対してのメリットというか、自分が頑張ったらどういうメリットがあるとか、自分が頑張ることで何を得れるのかとか、仕事で得れるものを解説するというか、この説明とかだからすごくしますよね。仕事をする上でのメリットっていうのは金銭的なインセンティブとかではなくて、そう言われるといつも崩壊するんですけど、金銭的なメリットだけで動く人好きですかと。これやっても何もお金にならないじゃないですか。これやって何があるんですかってよく言うんですけど、それは早い段階で考え方改め直した方がいいですよって僕は言うんですね。なぜかっていうと、メリットが明示されないと頑張れないってことですよねと。これをやったらこれがもらえるっていう明確なものがないと頑張れない人になりますよと。これは一番つけてはいけない癖ですよって言うんです。いくつになっても金もらえるんだってやるけどっていう人になるんですよと。例えばじゃあ20歳の時点ではこれはめちゃめちゃ頑張って何になるんですかって分かんなかったとしても、この頑張ったことで得た機会とか経験とか視点とかがその当時では役立たないかもしれないですけど、10年後30になった時にあの経験がここで生きた、だからこれが手に入れられましたっていうことが死ぬほど増えてくると。知ってることが多くなったら取捨選択は必要で、捨てることの方が重要になってきます。でもまだ知識が浅いうちで世の中はあんまり広くないうちは取ることを重視しなさいと。たかだか20年生きてきて大して働いてないこの価値観の中で、私はこれがやれるんだったらやりますって言ってることはこんなことぐらいしか学べませんし得られませんよと。何が得られるからこれ頑張りますよってあんまり合理的すぎるのは、捨てた方が長い人生かけたら合理的ですよ。ちょっとこれ頑張ったら何があるか分からないけど頑張ってみるっていうことは意外と若い時大事ですと。みたいな感じで頑張って説得してきますよこれで 100% 納得してもらおうとも実は思ってなくて、でもちゃんとこういう考え方も事前に言っとかないと完璧にそっちに触れちゃうんで、金やるからやれってなっちゃうんで、こっちも言いたくないんですよ。金でやれって。最初はこれやったら何が得れますかってすぐ合理的に来るんだけど、それで全部やってった慣れの果ては金やるからやれよみたいになっちゃうんで、それってすごいドライな考え方で、それが求められてる業界とか会社だったら別にいいんじゃないですかと。金っていうのは楽なんですよ、こっちからすると。だって1件取ったらいくらあげるって決めた方が、取らなかったらあげなくていいし、取らなかったら給料保証しなくていいわけだから、極端な話ですよ。絶対損しないんですよ、経営者は。会社も。だし、全部定量的になってるから、説明する必要がないから楽なんですよ。でもそれでやってると、僕がやりたい世界観とは違うから、最終的には。究極、頑張った先に実は想像もしてなかったいいものが手に入ったっていう方が、人生としては最終的に最後大事だと思うので、子供を想像してくださいと。次お父さんさ、東京都1位になったら何くれんの？それによって俺1位取るか頑張るんだけど、みたいな言われてるようなもんなんですよ。次の点数100点取ったら何くれんのみたいな。これ、ずーっと言われるようになりますよ。それって子供の教育として正しいですかって思わないですか？合理的に行き過ぎるとそういう根拠になりますよ。全ての人が金もらえるんだったらやりますよって言い出したらとんでもない怖くないですかと。やっぱちゃんとその前提を納得してもらったりとか説明したりとか、分かんないなりにもちゃんとこう言った上で、でもなぜこのじゃあ物がついてるかって言ったらこういう意味だからとか、これなぜつけてるかとか、バランスだと思うんですよね。金銭とか物とかじゃなくてマインドを変えていくみたいなの方が長期軸で見た時と自分がやりたいことに関してはこっちの方が合ってるんじゃないかなっていう気がする。このやり方が全て会社にとって正しいってわけじゃないんですけど、目指しているものとかやりたいことの違いで、僕らは行動を散々言うよりも感情とか思考を変えていく方が会社にとってもいいことだし、やりたいことだし、会社が考える、僕が考える一人一人個人のことを持ってもそういうところをいい方向に変えてあげられる方がその人の人生においては多分役立つんだろうなっていう信念があるから、そういう方針でやってるっていうだけですけど。
視聴者の方とかでもうまくマネジメントできてないとか、そういった方にアドバイスとかってお願いできたりしますか？どうしたいかをちゃんと定めて、それによってどういうマネジメントがいいのかっていう話が出てくると思うので、どうマネジメントするかみたいなことばっか考えますけど、一個手前で言うと、必ず成果を出すためにマネジメントが必要なんだと。自分たちが求めてる成果は何なんだと。で、どうなってほしいとか、どうなりたいからそれをやるんだとかっていう前提をやっぱりちゃんと考えて、だからこういうマネジメントをしますということをちゃんと設計というかした方がいいかなと思いますね。もし少しでも気になる方いらっしゃいましたら、やる気のあるいい人とはいつでも働きたいなと思っておりますので、求人などに応募いただけると大変嬉しいです。また、少しでもいいねとか思っていただいた方は、いいねをしていただいたり、コメントいただいたり、チャンネル登録していただけると大変嬉しく思います。よろしくお願いします。本日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。